皆さんこんにちは。お元気ですか？日本語教師の順次です。今回もおはよう世界を見に来てくださってありがとうございます。突然ですが、皆さんは自分の恋愛観について考えたことがありますか？恋愛に対する考え方は国や文化、時代によって大きく変わるものです。日本人の恋愛観についてはどんなイメージがありますか？マイナビニュースが日本に住む外国人20人に日本人の恋愛観について不思議だと思うことというアンケートを取った結果、次のような意見がありました。恋人になる前では日本人は最初から結婚することを目指している。恋人を探すことは結婚相手を探すこととイコールである。付き合う前に告白をする。恋人になった後については外でキスをしない。恋人に対して自分の気持ちを表現しない。レストランなどで男性が女性の分のお金を払わなければいけない。一度も一緒に住まないで結婚するなどという意見がありました。日本人の恋愛に対する考え方についてアメリカやヨーロッパの人たちだけではなく、同じアジアの国の人たちもびっくりするようなことがあるようです。はい、ということで今回のおはよう世界は日本人の恋愛観をテーマに、それが昔から今にかけてどのように変化したのかについてお話ししようと思います。まず最初に団塊世代の恋愛観についてお話しした後、バブル世代、ミレニアル世代、Z 世代の恋愛観についてそれぞれお話しします。いつものように最後には復習問題を用意してあります。日本人の恋愛観について深く知りたいと思っているあなた、何かヒントがあるかもしれません。ぜひ最後まで見ていってください。このビデオは日本語、英語、スペイン語のサブタイトルがあります。あなたの目的に合わせて切り替えて視聴してください。まず団塊世代の恋愛観について見てみましょう。団塊世代とは1947年から49年に生まれた人たちのことです。現在70代の方たちですね。団塊世代は日本で初めてデートをした世代です。現在は好きな人とデートをすることは当たり前ですが、それまで男性と女性が2人だけでデートをすることは一般的ではありませんでした。親や親戚が探した異性同士がお見合いという方法で知り合い、そこからお付き合いが始まりました。その時代は親や親戚の意見の方が大切で、自分で恋人や結婚相手を選ぶことができませんでした。しかし戦争が終わり、欧米文化が日本に入ってくると少しずつ変わり始め、2人だけでデートをしたり同棲をする人たちもいました。同棲は一緒に住むという意味ですが、それまでは結婚前の男女が一緒に住むことはちょっと考えられないことだったんですね。しかし今のようにマッチングアプリなどない時代ですから、男性と女性が出会う場所といえば学校や職場、地域のイベントなどが一般的で、伝統的なお見合いで知り合う人も少なくなかったようです。そしてこの時代には男女が一緒にハイキングをする合同ハイキングが始まりました。これが現在も若い人の間で行われている合コンの原点だと言われています。団塊世代の親たちにとってこの新しい恋愛観はなかなか理解できなかったようですが、母親たちの中には自分たちが自由に恋愛できなかった経験からこの考え方を応援する人たちもいたようです。しかし当時日本ではまだ女性の地位は低く、有名な大学を卒業しても男性と同じ仕事をすることができるわけではありませんでした。さらに結婚をしたら仕事を辞めて主婦になるのが一般的でした。なぜなら男性は家族の生活のために働いてお金を稼ぎ、女性は家庭を守るという役目があったからです。自由な恋愛や働き方へと変化しつつあった団塊世代ですが、そこにはまだ複雑な社会的な問題があったのです。次にバブル世代の恋愛観を見てみましょう。バブル世代は1965年から1970年に生まれた人たちで、現在60歳前後の方たちです。日本の経済が急激に成長したバブルの時代、会社からもらえる給料やボーナスは多く、
エルメスやルイ・ヴィトンなどの高級ブランド商品を買う人、アメリカやヨーロッパなど海外旅行へ行く人など、お金をたくさん使う人が増加しました。これは男女の恋愛観にも影響を与えました。このバブルの時代、三高という言葉が流行りました。三高とは、高い学歴、高い給料、背が高いの3つの高いを表した言葉で、女性が結婚相手に求める条件のことでした。つまり、女性にとって高いステータスやお金をたくさん持っている男性ほど理想的とされたのです。ですから、BMW やベンツのような高い車に乗る男性も多くいました。そして好きな女性には高価なプレゼントを贈ったり、デートは高級レストランやバーに行き、お金は全部男性が払うというようなデートが流行っていました。また、当時の男性にとってはブランドの服や華やかなアクセサリーを身につけた女性や、コミュニケーションが上手な社交的な女性がモテる傾向にあったようです。東京のような大きな街にあったディスコは男女の出会いの場でもありました。週末はディスコに行って朝まで踊る。男性はそこで見つけた好みの女性をデートに誘うといったような、男女どちらも恋愛に対して積極的でエネルギッシュな時代でした。当時のテレビドラマからもそんな時代背景を垣間見ることができます。しかし、こんなバブルの時代も長くは続かず、だんだんとその華やかさを失っていくことになります。次にミレニアル世代の恋愛観についてです。1980年代から1990年代に生まれた人たちをミレニアル世代と言います。現在29歳から45歳前後の方たちです。私もこのミレニアル世代です。この世代はデジタル機器やインターネットが普及した時代であり、子供の頃からコンピューターに触れる機会が多かった年代です。インターネットを通じて多くの情報を簡単に集めたり、世界中の人と簡単につながることができるようになりました。そのため、自分とは違っていても他人の考え方を尊重し受け入れられる人が多いようです。それまでの世代と比べると LGBT フレンドリーな人も多いと言われています。では、ミレニアル世代の恋愛観はどうでしょうか。まず出会いについてですが、 IT に慣れ親しんだミレニアル世代はマッチングアプリを積極的に利用して自分と同じ価値観や趣味を持った人を効率的に探す傾向があるようです。子ども家庭庁が2024年7月に行った調査によると、現在すでに結婚している人たちの4人に1人がマッチングアプリを利用して今の相手を見つけたと答えています。これが一番多く、次に職場や仕事関係で知り合った相手となっています。デートはバブル世代のようにたくさんお金を使ったりせず、ドライブや公園を散歩したり、映画や温泉などカジュアルでリラックスできるものが多いようですね。日本では最近結婚する若者が減ってきているとよく聞きますが、2023年3月に安田生命が行ったアンケートによると、未婚の男女のうち結婚をしたくないと答えた人は 17.7% でした。つまり 80% 以上の人が将来結婚をしたいと考えていることになります。しかし、経済的な不安や価値観の変化によって急がず結婚に対して慎重になる人が増えたため、結婚の平均年齢は上がりつつあるようです。それでは最後に Z 世代の恋愛観について見てみましょう。 Z 世代は1990年代後半から2010年に生まれた人たちです。現在15歳から28歳の方たちです。生まれた時にはミレニアル世代以上にインターネットが世界中で使われており、小学生の頃にはうちでスマホやタブレットを使うことが一般的になりつつありました。インターネットやソーシャルネットワーキングサービスを使って情報を集めることが多く、またそれらのツールを通して自分の意見を主張するといったようなオープンなコミュニケーションをすることに慣れている人も多いでしょう。じゃあ Z 世代の恋愛に対する考え方はどうなのでしょうか。2024年2月に
オトラボが日本全国の Z 世代868人に行ったアンケートによると、40% の人が過去3年間恋愛をしていないと答えました。半分以上の人が恋愛をしたいと考えてはいるようですが、毎日の中で大切だと思うものについて、1位は趣味、2位が1人の時間、3位は友達との時間で、恋人との時間は第4位でした。このことからも、恋愛よりも自分の時間を充実させることに価値を置いていることがわかりますね。これはインターネットや SNS がさらに進化し、以前よりも一人の時間を楽しむことができる環境が出来上がったせいかもしれません。もうすでに恋人がいる人たちに今の相手と出会った場所を聞いてみると、一番多いのは学校や職場で、2位がマッチングアプリとなっています。ミレニアル世代と同じで、アプリを通しての出会いに対してあまり抵抗がないようです。面白いことに、Z 世代の男性はロマンティックな運命的な出会いがいいと考えている反面、女性はそれよりも身近な人と恋愛をしたいと考えているようです。相手を選ぶ時のポイントは、男女ともに価値観や性格が合うかどうかが大切だと考えていて、ミレニアル世代と比べて Z 世代の方が見た目よりも中身が大切だと考える傾向にあるようです。さらに結婚相手ならお金に対しての考え方も重要だと答えています。 Z 世代における好きの定義にも少し違いがあるようです。若い世代の恋愛といえば、他の世代よりも情熱的で刺激的な恋愛観をイメージしがちですが、 Z 世代は相手に安心感や心地よさを求める傾向があります。そのため恋人よりも親友のような関係を理想としたり、自分に無理をせず自分のペースで相手との関係を築いていける恋愛がしたいという考えが一般的になっています。その反面、自分の好きなアイドル、アニメキャラクター、YouTuber を応援する推し活がブームになっており、自分にとって大切な存在を応援している方がリアルな恋愛をするより幸せだという意識が広がっているようです。 Z 世代にとって恋愛の優先順位が低いのには、こういったことも大きく影響していると言えます。それでは今回の復習です。3つ問題を出しますので、ビデオを止めながら答えてみてください。告白するとはどんな意味でしょうか？ A、自分の気持ちを好きな相手に伝えること。 B、自分の趣味を話すこと。 C、結婚のプロポーズをすること。答えは A です。日本ではあなたのことが好きです、私と付き合ってもらえませんかというような告白をして恋人になるのが一般的です。お見合いとは何でしょうか？ A、初めてのデートのこと。 B、家族や友人が結婚相手を紹介する伝統的な方法。 C、恋人と一緒に旅行をすること。答えは B です。お見合いは家族や友人が結婚相手を探し紹介する方法です。特に団塊世代やそれより前の世代でよく行われていました。 Z 世代の恋愛観について正しいものはどれですか？ A、趣味や自分の時間を大切にする傾向がある。 B、恋愛が最も大切だと考えている。 C、告白の文化は全くなくなっている。答えは A です。 Z 世代は恋愛よりも趣味や一人の時間を大切にする傾向があります。アンケートの結果、日常で大切だと思うものの中で恋人との時間は第4位でした。今回は日本人の恋愛観について過去から現在までの変化をご紹介しました。この80年間、日本人の恋愛観はその時代とともに変化してきました。第二次世界大戦後の団塊世代から自由な恋愛が始まり、バブルの時代には参考の価値観が広まり、
ミレニアル世代や Z 世代は恋愛の優先順位が趣味や一人の時間よりも低い傾向にあります。それでも結婚をしたいと考える人が多いのはとても興味深いことです。テクノロジーの進化やインターネットの普及が私たちの生活を変え、一人でも充実した時間を過ごせるようになりましたが、それでも好きな人と人生を送りたいと考える気持ちは変わらないようです。もしかするとこれは日本だけではなく世界共通の考え方なのかもしれません。あなたの国の恋愛観はどうでしょうか。過去と現在で変わったことや日本と似ている点、違う点があればぜひ教えてください。リスナーの皆さんの話も楽しみにしています。それでは今回もおはよう世界を聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。